はいどうも、こんにちは、ぴょんすです。今回なんですけども、ちょっとマイク入ってなかったので、アフレコで最初、話をさせてください。今回は日本に一時帰国をしたいと思ってます。イエーイっていうところでですね、いつもは ANA とかを使って帰るんですけども、今回は珍しくベトジェットを使って、帰国しようかなっていうふうに考えております。で、ベトジェットだと深夜便なので夜にハノイの空港に着くんですけども、なんと人が多いこと、むちゃくちゃ人が多くてびっくりした様子で今カメラを回しております。空港の中だけかなというふうに思ってたんですけども、もうグラブを降りたところからもうすごい人、見てください。もうぐるっとしたところで、もう空港に入る前のところまで、お見送りの人ですかね、がすごい並んでいてですね、もう本当に人が多い。歩けないっていうほどではないんですけども、もう見ていただいてわかるように、とにかく人が多い、暑くて人が多い空港っていう風になっております。なので、はい、見てください。空港に入る前の扉ですね。なので、旅行でハノイに来られる方、深夜便で帰られる方は、ぜひ時間に余裕を持って行動をしてもらえればと思います。また、ベトジェットとかだと、LCC なので、チェックインとかにも時間がかかりますので、そのあたりもですね、余裕を持って行動していただいて、乗り遅れるってことがないようにしていただければと思います。では、この後、空港の中にですね、入って、中の様子をお届けしたいなと思っております。はい。空港の中に入ろうと思います。こういうふうにセキュリティの方がいるのでね、パスポートであったり、スーツケースを持ってる人のみが入れるようになっております。とは言っても、どういう道からかわかんないんですけども、空港の中に入ってきているお見送りの方も、いますので、空港の中もすごく混雑をしておりました。で今回は夜の12時半ですかね、の、ベトジェットエアーに乗ってハノイから成田空港に戻る動画になっております。すごい人なので、どこが並んでるのかなと、見ていたところ、目の前にベトジェットのカウンターがあったんですけども、すごい人が並んでおりました。技能実習生ですね。が、並んでおられて、だいたい列で行くと本当に100メーターぐらいですかね、曲がって、100メーターは言い過ぎですかね。すごい人がいたので、その途中からお伝えできればと思います。じゃあちょっとどれぐらい並ぶのか見てみましょうか。今、だいたい9時なので、チェックイン終わったら何時かっていうところを発表したいと思います。はい。なんと、思ってたより全然早く15分ぐらいでチェックインカウンターの前に来ることができました。結構長いなって思ってたんですけど、なんか実習生とかってみんなカートを押してるんですよ。なんで、見てもらったら分かると思うんですけど、一人で3人分ぐらいの列を取ってるんで、すごく長くなっちゃってたっていうのがあって、なんで思ったより早く来ましたね。よかったです。じゃあ、チェックインしたいと思います。はい、無事チェックインすることができました。今9時25分なので、だいたい並んでから25分ぐらいかかりました。思ったよりは全然早かったんですけど、やっぱいつも ANA でスターアライアンスゴールドでショートカットさせてもらってるので、そういうことを考えると、結構並んだかなっていうのが印象でした。でもこれも LCC を乗る醍醐味と思って楽しんでいければなっていうふうに思っております。じゃあ今から、ハノイ出国して日本に帰ろうと思います。いやーでも人は多いですね。結構どの航空会社もすごい並んでますね。バンブーエアも ANA もすごい列ですし、これは大変そう。よし、じゃあ出国したいと思います。はい、出国終わってセキュリティ検査を通過して、制限エリア内に入りました。今9時35分なので、30分35分ぐらいかかったっていう感じですかね。じゃああと2時間ぐらいですかね、時間があるので、ちょっとプライオリティパスのラウンジ、この前も多分紹介したと思うんですけど、この前はお昼だったので夜のラウンジをちょっと紹介したいなと思います。いやー、行ってみましょう。でもやっぱり人多いですね今、日本にたくさんの人が来てくれるのは嬉しいことですけど、飛行機込むのは嫌です。でもなんとかベトジェットなんですけど、当日カウンターで窓際席にしてっていう風に言ったら窓際席にしてくれたので、そこはむちゃくちゃ助かりました。結構ラウンジは人がいるので静かに過ごしたいと思います。
はい、料理こんな感じ。この美味しい揚げ春巻きとスイカ、ワイン、パッションフルーツ、生春巻き、ここにはお寿司を、この前は巻き寿司だけだったんですけど、大好きなサーモンのお寿司あります。ハムチーズとパン、ちゃんとパン焼きもあります。ポテト、春雨かなとビーン、豆の煮物、安定のヤムチャ、タイフライドライスとスティームドフィッシュチリソース、ポークのココナッツジュース煮込みとビーフシチュー、おかゆですね。がっつりサラダ、ドリンクはでもこの前にした感じですね。こんな感じ、水からジュース、ヨーグルト、ビールあります。じゃあ少しいろいろ取っていきたいと思います。はい、こんな感じで取ってきました。今日はフォガー、チキンフォーと生春巻き、揚げ春巻き、サーモンのお寿司、ハムのパンという風に取ってきました。じゃあいただきたいと思います。今日のラウンジなんですけど、結構混んでてテーブル席取れなかったので、ちょっとこういうソファーにサイドテーブルっていう風な形で食べていこうと思います。じゃあいただきます。ちょっと座りながらなのでお行儀悪いかもしれないんですけど、テーブルがないのでお許しください。じゃあまずは一時帰国に乾杯。ちょっとなんか炭酸切れてる気がするけど、じゃあまずはフォーガーからいただこうと思います。この前乗った時はミエンだったっけなんでちょっとあれだったんですけど、やっぱベトナム最後といえばフォーなので、フォーガーとかフォーボーとかがいいですよね。いただきます。うまいですよ。フォー最高。やっぱライム垂らすのがいいですね。今日お昼12時ぐらいに会社で食べてから今9時半とかなんですけど、何もつままずに仕事してたのでむちゃむちゃお腹空いてたんで染み渡りますね。うますぎる。うまい。ベトナムを去るときはやっぱなんかどうしてもベトナム料理、昨日僕日本料理食べたんですけど、ベトナム料理食べとかんとあかんですね。マジでお腹空いてるからマジで最高。こんな感じで取ってきたので食べようと思います。まずは生春巻き。なんかね、ベトナムのヌクマムのソースがあったんですけど、僕はいつも醤油で食べます。今日初めて見たサーモンのお寿司、この前来た時は巻き寿司しかなかったんですけど、夜だからですかね、ちょっと豪華になってるかもしれません。サーモンの寿司、スモークされたサーモンっていうのかな。日本人好きなサーモンだと思います。ちょっと香りっていうのがついたこのサーモン美味しいですね。春巻き、なんか ANA 乗るときとかはまた別のラウンジが指定されるんで、いつもそっち行ってて、そっちの方がやっぱ全然広いですね。広さがこっちの方が全然半分ぐらいしか多分なくて、で今出発前なので結構人がいて埋まってる感じですね。でも料理は正直やっぱり前回もお伝えしたかもしれないんですけど、このプライオリティパスのラウンジが一番美味しいと僕は思ってます。目の前で何人か知らないですけどソファーに寝っ転がって足上げてるんですけど、そういうのは良くないですよね。こういうの言ったらないかもしれないけど、 LCC とこのプライオリティパスの相性っていうんですか、やっぱ最高ですよね。安い飛行機に乗るのにラウンジでこの出発までの時間を過ごせて、かつなんていうんだろう、ゆっくりできるし、ご飯も食べれて晩ご飯代も浮くしっていうので一石二鳥ですね。今回深夜便になるので、ベトジェット機内食とか僕頼んでないので、飛行機乗ったら
寝るだけ、寝たら東京っていう風に、はい、考えてます。ちょっと迷ったんですけどね、こう YouTube だからレビューした方がいいのかなと思ったんですけど、まあ別に無理に食べる必要もないなと思って。で、ベトジェットで働いてる友達に聞いたんですけど、あの、ハノイから東京も、まあ東京とか日本も、日本からハノイも、機内食って一緒らしいんですよ。で、なんでかっていうと、東京で機内食の積み込みをしないらしくて、ケータリング取ってないらしくて、ハノイで積んでって、で、往復分、食べれるようにするっていう感じなんですよ。なんで、まあ、機内食のレビューは、まあ、帰り僕また東京からこっち戻ってくるときベトジェット使う予定なので、その時にまあ気が乗ればなんか食べてみようかなと思います。今ANA の指定ラウンジのいいところって、まあ、広いですし、外が見れるようになってるんですけど、ここのラウンジも窓はあるんですけど、窓とその座席の間に観葉植物が結構置かれちゃってて、あんまり外を見て楽しむっていうことはできないです。ごちそうさまでした。美味しかったです。お腹入ると安心するのと、結構急に入れたんでお腹がちょっとピリッときてます。じゃああとはちょっとラウンジ出るまでゆっくりしておこうと思います。やっぱり、プライオリティパスめちゃくちゃ助かりますね。航空会社のステータス持ってると、その航空会社とかそのアライアンスを使うときにはむちゃくちゃいいんですけど、で LCC 使うときとか他のアライアンス使うときにこのプライオリティパスってやっぱ助かりますし、基本大きな空港だったら使えるラウンジ結構あるので、やっぱ駐在員とか駐妻の人にはおすすめのカードになってるかなと思います。じゃあちょっとラウンジ出るまでゆっくりしたいと思います。はい、ラウンジ出てきました。ゆっくり過ごせました。今だいたい11時40分ぐらいで搭乗がスタートしてるっぽいので、掲示板っていうんですか、ボードによると。なので、はい、ゲートに向かいたいと思います。今回のゲートは25だそうです。でもやっぱ夜だと、すごいお客さんも多いですし、仕事するにはちょっとしんどかったなっていう感覚ですね。まあ、それは仕方ない。25ってどの辺なんだろう。でもやっぱラウンジいるといろんな人がいますね。ビジネスで仕事してる人もいれば、旅行で来て最後帰るっていう人もいれば、まあなんか旅行で来たけど、一緒に来た人と喧嘩になっちゃってるみたいな人もいたりして、まあいろいろあるもんだなっていうところですね。うん。25はだいぶ向こうですね。でやっぱり夜の方が、深夜便がどうしてもこの空港多いので、まだまだ人がいるって感じで、結構みんな、待合のソファーに寝転がって待ってますね。まあそうですよね。もう12時だもんな。僕もすごい眠たいです、今。ここ25かな。一応、ボードにはナウボーディングってなってたんですけど、全然ナウボーディングじゃないんで、どうしようかな。まあ、その辺に待っておこうかなと思います。なんか見てください。こんな3つのゲートが一緒になってるみたいになってて、ちょっと意味わかんないので、聞いてみようと思います。はい。なんか不思議な3つのゲートが一緒になってるみたいな感じで、よくわからなかったんですけど、とりあえず搭乗券見せたら入れました。こんな感じで。これ、外で待ってたら普通に乗り遅れちゃってたかもしんないから、ちょっとやばかったかもしんないけど、まあ、なんとかなってますね。どうなんだろう、バス移動とかなんですかね。あんま分かってないけど、とりあえず行ってみたいと思います。まあ、どう見てももう、ゲート、ボーリングブリッジはないので、バスで移動かなって思います。個人的にはバス移動結構好きなんですけどね。なんか嫌なのかな。楽ではないけど、近くまで行ける、飛行機の近くまで行って見れるっていうのはすごいいいですし。あ、なるほど。下降りてきたところで、もうみんな並んでるような感じですね。お、すごい移動してますね。すごい LCC だとやっぱこういう感じの対応になるんですかね。できるだけ早く飛行機入りたいなと思ってたんですけど、
がっつり出遅れてる感がすごいです。まあ、言っても仕方ないんで、並ぼうと思います。そう。ちなみにこんな感じで、さっきの3つのゲートの下にバス乗り場ゲートがあるっていう感じなんですよね。いやー、これはわからんですね。まあ、バスもすぐ来ると思うんで、徐々に乗り込んでいこうと思います。まあでも今回座席が A 席の窓側なので、早くちょっと乗っておきたかったなっていうのと、荷物がね、手荷物全部持ち込みにしてるんで、早く乗っといた方が、自分の近くに荷物が置けるっていう、メリットはあるので、できるだけ早く乗る方が良かったかもしれないですね。言っても仕方ないんで、このまま行きます。バス乗りました。まだまだ乗れそう。じゃあ、飛行機近くまで行きます。うわー、バスから降りました。こんな感じ。よし、じゃあ、乗り込んでいきたいと思います。座席が19の A なので、なんか言ってるけど、ベトナム語全然わかんないので、乗ろうと思います。なんか、あれですね。前から乗っていい人と、後ろの方が近いから、後ろから乗ってくれっていう人と、あるっぽいですね。よし。じゃあ僕は前から乗れそうなので、乗ります。はい。配信ちゃう。お、見ました。19。早く乗っちゃうと乗っちゃうで、待ってないといけないから、はい。大変かもしれない。もうすでに人乗っちゃってるんで、お邪魔しますって感じですね。はい。座席無事着きました。窓側の座席なんですけど、見てください。窓がない。シニア便だと、ワンチャン最高じゃないですか、これ。朝、眩しくて、シェード上げてくださいって言って起こされることもないし、もたれかかって、こんな感じで寝ることもできるから、結構いいんじゃないですか、ここ。わかんないけど、窓見たいのかな。僕あんまり、外、見るときもあるけど、夜だったらどうせ見えないから、案外これいいかもしれないですね。じゃあ、離陸まで待ちたいと思います。4時間半ぐらいのフライトなんですけど、座席狭いのもありますし、やっぱ安いし、LCC って人を入れてなんぼの世界なので、人がそもそも乗らないと稼ぎにならないので、やっぱ満席なんですよね。今も全部見てるけど、ほぼほぼフルなので、3列使えてた頃とかとはもう全然、ありえない感じなので、ギチギチの4時間半になりそうですね。で、やっぱ LCC ってモニターがないから、今どこ飛んでるのか、あとどれぐらいで着くのかっていうのがわかんないこの辛さとかもあるんですよね。それをなんとか乗り越えて東京に戻りたいと思います。はい、飛行機が動き出しました。渓谷通り12時30分ちょうどに動き出しましたね。なんで予定通りであれば7時かな、7時半かなぐらいには成田に着けると思います。特にもうあとは寝てしまうことしかないと思うので、成田着陸を待ちたいと思います。では、日本に戻ります。おやすみなさい。めちゃくちゃ眠たいんで、すぐ寝ます。おやすみなさい。Thank you. はい、おはようございます。飛行機から降りました。きつ。正直めちゃくちゃきついですね。なんかでも、機内食とか、これ後で総括できればと思うんですけど、機内食とか、注文してないですし、乗ってすぐもうずっと寝てたっていう感じなんで、その点はすごい楽だったかもしれないですね。僕はいつも ANA の方のターミナルを使ってるので、
この JAL 側のターミナルっていうのを初めて来ました。成田空港で。なんかすごい新鮮な感じですね。初めてこっちのターミナル来て、まあ手荷物とかは全部持ってるんで、ターンテーブルのところとかはもう全部スキップしていこうかなと思うんですけど、はい。そんな感じです。今、シートはあんま狭いっていう感覚は、僕はいつもベッドジェットの時あんま持ってないんですけど、まあ、やっぱりその、なんていうんですかね、横に人がいたり、まあ、これは仕方ないんですけど、っていうところの方がきついかなっていう感覚ですね。うん。まあ、あと、どうしてもすごい喉乾くので、ちょっと昨日暑かったかな。だからペットボトルの水とか、持って入った方がいいかなっていうふうに思います。マジで日本帰ってきたんで、結構、あれですね、テンション上がってますね。入国したいと思います。日本って確かもう今、何か水際対策の制限とか、隔離の制限っていうのは多分全部終わってるので、多分何もなしで入国できると思うんですよね。で、コロナのその水際対策期間中って、なんか対応する係の人がすごいいっぱいいて、ビジットジャパンウェブでしたっけやってますかとか、マイ SOS でしたっけあ、違うか。なんかわかんない。アプリ入れてますかみたいなのをすごい言われるっていうところも僕は経験してきたんですけど、今はもう誰もいないですね、係の人は。なんで本当に水際対策はもう緩和じゃなくて撤廃されたっていうことなので、まあ、すぐに入国できるのかなと思ってるんですけど、はい、ちょっとそこも見ていければなと思っております。ただちょっと入国審査のところまで遠いですね。LCC だから、遠めのブリッジをいつも使うんですかね。結構10分ぐらい今歩いてるんですけど、全然使わない。でもいつも使わないターミナルに来てるので、いつも ANA ばっかり見てるんですけど、JAL だとか、今見えてるのだと、キャセイだとか、マレーシア航空、チャイナエアっていうところも、はい、見えてるので、それはちょっと新鮮な感じがしますね。ワンワールド系の、航空会社を見ながら、はい、歩いているような感じになります。はい。じゃあちょっとまた歩こうと思います。はい、入国完了しました。もうサクッとでしたね。自動ゲート通って、まあ僕駐在員でちょっといろいろハンコあった方が便利なので、ハンコもらって、で、預け荷物今回なかったので、荷物、もう受け取りとかもなしにすぐ出てきました。税関のやつだけ QR コードでやっておいたっていう感じですね。はい。もうサクッと出れてむちゃくちゃいい。もうコロナ前に戻ったなっていう感じがします。で、ベトジェットなんですけども、総じて良かったかなと思ってます。いつも一時帰国の時とかは、フルキャリア、ANA とかを使うことが多いんですけども、やっぱ違いとしては、機内食が出るかどうかだと思ってますと。で、機内食出ると食べたくなるじゃないですか。で、そうなると、どうしても早起きして睡眠時間がなかなか取れないっていう感じになるんですけども、今回ベトジェットだと機内食オーダーしてないので、機内食販売ももちろんやってたし、メンズ販売もやってたんですけど、僕はもう寝ると決めてアイマスクして爆睡してたので、その辺は逆に良かったかなというふうに思います。 ANA で帰るよりもちょっと体が軽いような気がしてます。まあ本当ずっともう寝てたって感じなので、ただ機内がちょっと暑かったかなっていうふうには思うんですけども、まあ良かったかなっていうふうに思います。もちろんリクライニングがあまりできないとか、そういうのはあるかなとは思うんですけども、深夜便だったらもう寝ますっていう人はLCC、もしくはLCC のちょっといいシートとかだったらより快適に帰れるっていうこともあるのかなっていうふうに思います。はい。でただ成田のこっち側のターミナル、JAL 側のターミナル来たことなくて、結構歩いたなっていう印象だったんですけど、JAL のそのターミナル、これ1なのかな、2なのかな、ちょっとわかんないですけど、JAL 側のターミナルは結構その広い分かれてるっていうのがあって、結構歩いたなっていう印象がありました。で、帰りも成田からハノイに、また戻るんですけども、その時はできればちょっと機内食1個オーダーしてみてもいいかなというふうに思います。友達にベッドジェットのクルーがいるんですけども、その人おすすめの機内食があるので、そちらをオーダーしてちょっと食べてみたいかなというふうに思っているので、楽しみに待っていてもらえればと思います。じゃあ今回の動画は、ここまでに、できればと思います。この、ピョンスログでは
ベトナム駐在員ピョンスが、気になったこととか、普段の様子のこととかを、ゆるりと配信しているチャンネルになってますので、温かく見守ってもらえれば、嬉しいです。この動画が面白かったよとか、万が一役に立ったよという方いれば、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。